そのためには影響力を持たなければならない。いろんなことを考えながら結論、世のため人のために存在するものである。そこに沿っていかないと、その会社で成功はできないと思うので。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話ししています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、ちょっとアップルさんの会社についていろいろちょっとお聞きしたいんですが、株式会社アップルとして最も大切にしていることなんかを最初にちょっとお伺いできたらなと思っております。はい。会社として最も大切なもの、はい、ということですけど、私入社研修とかでですね、はい、新しく入社してくる人に話す感じで今日話していきたいと思うんですけど、ぜひですね、ご覧の皆様は、はい、例えば経営者の方であれば、ちゃんと自社、そのパーパスとか、理念をしっかり持っているのかと、はい、持っているんであれば、どういう思いでやってるのかとはいいう観点から、参考になればと思いますし、普通の社員の方、幹部であろうと、普通のメンバーであろうと、やっぱりその自分が会社で働く上で、会社のやっぱり目的とか、存在意義とか、いわゆる Y に関する部分をちゃんと理解しないと本来成果なんか出せませんよねと思うので、まずはやっぱり自分の働く会社を理解するという観点から、理念とかそういうのどういう思いで作られてるかとか、そういうのを少しでも感じ取ってもらって、自社の、そういったところにもちょっと興味持ってですね、しっかりと理解をしたり考えたりとか、そういうきっかけになればいいのかなと思ってます。ぜひ、よろしくお願いします。アップルとしてですね、会社として最も大切なものは、やっぱりパーパスですと。はい。いわゆる目的、そして志というふうに定義していますと。それは引っ越しで笑顔に人生を斜め上へと、そうさせていただいてます。これは意味としては、大きく2つありまして、会社っていうのは、そもそもが何のためにやるかという話を考えていくと、いろんなことを考えながら結論、世のため人のために存在するものであると。世に必要とされているからとか、人に必要とされているから、はたまた世のために役立つからとか、人に役立つからとか、そういう概念ですね。いろいろ僕も考えましたけど、結論これしかないと。はい。その中で、一つはですね、やっぱりお客様ですね。当然、引っ越しをするという、ライフイベントのようなものはですね、やっぱりお客様が自分たちで運べないとか、そういうことがあって、やっぱニーズとして発生してるわけですから、まずはお客様に喜んでいただかないと、ダメだと思うんですね。ですからやっぱりその、お客様に引っ越しで笑顔になってもらいたいと。そして、引っ越しっていうのは何かしらのライフイベントが紐づいていることも多いですから、心機一転というか、今までね、順調にいい人生を送っているんであればさらによく。もし何かのちょっとマイナス要因というか、であれば逆にこの引っ越しを起点に、心機一転、いい人生へと。そうしてほしいなと。とにかく新生活を気持ちよく始めてほしいなと思いますので、お客様に引っ越しで笑顔になっていただくと。そして人生を少しでも斜め上に向けて新生活を始めてもらうんだと。こういう思いが一つ入っています。で、二つ目は、はっきり言って従業員向けです。引っ越しという仕事は本当に素晴らしいと。その素晴らしい仕事を通じて、利他の精神というかですね、そういうものを培っていただきたいと。お客様とにかく笑顔にすると。そして自分も笑顔になると。引っ越しで笑顔になるわけですね。そういう仕事を通じて、会社の機会もいろいろ経験をして、自分の人生をですね、いい方向へ、斜め上へ向けて走っていくと。こういうことをしたくてですね、このパーパスにしていますと。もちろん、資本主義であるからこそ、営利企業として売上も利益もと
いう話ももちろんですけども、会社として一番何が大切かという時には、このパーパスで目的であると。引っ越しで笑顔に人生を斜め上へと。これがとにかく最も大切であると。どれだけ売上や利益が上げられても、引っ越しで笑顔にできない、笑顔になれない、人生も斜め上に上げれないっていうんであればやる意味がないと。はい、このパーパス、目的のために、引っ越しで笑顔に人生を斜め上への、この目的を達成するために、いろんなことをしているんだと。そういうことですね。だから私たちは単なる引っ越し会社ではないです。引っ越しという機会を通じて、笑顔を増やすことを追求する会社なんだと。ありがとうという感謝の言葉は、私たちのエネルギーになるわけです。シンプルにもうありがとうと、お客様から感謝される幸せ、あなたが来てくれてよかった、と言われる幸せ、あなたに頼んでよかったと言われる幸せ。こういった言葉いただくと、本当に何にも代え難い喜びを感じます。自分が一生懸命、真摯に努めた結果として、いただく笑顔やありがとうは、笑顔の大切さや、人から感謝される喜び、そういったものを教えてくれますと。そして人のために何かできる自分の存在価値を感じさせ、もっと自分がですね、多くの人に喜んでもらえるんじゃないか、笑顔になってもらいたいと。そういう気持ちを高めてくれます。はい。笑顔あふれる環境や感謝の気持ちをいっぱい受けている人は、他人にも笑顔や感謝の気持ちをつなげていけると思っています。そのループを通じてですね、笑顔や感謝の気持ちっていうのを自分の周りの人に溢れてですね、人から人へとまたループして、そしてまた自分の元へ帰ってくるんだと。自分自身から、そして周りに笑顔が溢れれば、きっと素晴らしい世の中になるだろうと。私たちはただ単純にそんな世の中を作りたいと思っているのが元ですと。それが、むしろ私たちの使命ですと思って信じてやっていますと。はい。そして、そのパーパスを基軸に、ドリーム、夢、希望。これはちょっと聞かれて目標ですね。今まで何も成し遂げられていない僕たちが日本一の引っ越し会社を作るんだと。これを、ドリーム、夢、希望、目標としてですね、会社として持っています。なぜ日本一の会社を目指すのかという理由は3つありまして、1つは、一人でも多くのお客様を笑顔にする、その、結果証明だと。当然お客様に喜んでいただければ、お客様は増えますと。これだけ喜ばせたから、これだけ増えたんだ。これだけお客様が増えたってことは、それだけ多くのお客様を笑顔にできたんだ。こういう結果証明のためですね。2つ目は、やっぱり引っ越しという仕事、本当にいい仕事、素晴らしい仕事だと思ってます。でも、まだそんなイメージ世の中ではちょっとないかなと思ってまして、もう引っ越しという仕事のイメージを変えたいんだと。そのためには影響力を持たなければならない。だからまず、業界で一番になろうと。こういう理由。3つ目は、一人でも多くの人に成長機会を提供するんだと。僕もですね、本当にもう学歴もなくて、しがない引っ越し会社のアルバイトから始めて、今本当におかげさまで幸せで、十分すぎるぐらい豊かなんですけど、自分ができたから、みんなにチャンスあるんじゃないかと。その中でやっぱり成長機会っていうのはすごく大事だなと。一人でも多くの人に成長機会を与えたいってことは、会社を大きくするしかないと。こう思ってます。それが3つ目の理由です。まだですね、目標には及ばず、大きい会社ではありませんと。でも、これから日本一になる夢がある。日本一になる会社で自分を描いていくと。絶対出来上がった会社よりも、これからの会社の方が面白い。そして、共に夢を追いかける仲間たちと過ごす日々っていうのも、いろいろありますけど面白いと。そして何より、やっぱ感動があるんだと。本当の感動は、やったやつにしかわからない。自分のテーマでもありますけど、死ぬときはですね、泣けるぐらい笑える人生だったよね、と言って、死にたいと思っているので、はい。とにかく、はい。日本一の引っ越し会社を目指して、やってみないとですね、やっぱ本当の感動はやった後にしかわからないと思ってるんで、とにかくこれを目標に、夢希望だと思ってやってます。はい、もう本当に重いですね。はい。実は僕の名前もですね、漢字で書くと思いを放つと書くんですけど、せっかくそういう名前をいただいたんですから、やっぱしっかり思い放っていこうと、いうことで、あえて思いとしてるんですけど、
それはやっぱただの引っ越しはで終わる気かと。アップ変えてやると。こういう思いを持って、本当にこう日本一目指して変えていくんだよということを置いてます。あとはシンプルに僕たちは引っ越しが大好きだと。冒頭にもお話した通り本当に素晴らしい仕事ですし、僕ら単純に引っ越しという仕事好きなんですよね。はい。それを単純にもうそのまま正直に、書いたというものがありますと。はい。その他にもいろいろあるんですけれども、やっぱり会社何のためにやってるとか、何が目的だとか、そういうことをやっぱり発信していく。もちろん作ることも大事ですし、それ発信していくことも大事だし、ちゃんと浸透させていただくことも本当に大切だなと。会社としてやっぱり最も大切であり、成長の基盤になるものってこういう、理念、フィロソフィーだと思ってやってます。いろんなことをやってると、いろんな問題もあったり、いろいろ本当にあるんですけど、何のためにやってるのかと常に基本に立ち戻る。そしてこれがちゃんと原動力になると。今までもそうでしたし、これからもそうだと思うので、そういったものは本当に一番大切に思って、やってるですね。はい。意外と本当に従業員全員、同じようにちゃんと理解をして発信をして体現してくれることに限れたら感無量なんですけど、それはまだ本当に全員できてるかってわかりませんが、会社としてはやっぱりこういうことを追い求めていくというのは基本であり、始まりでありだと思うので、皆さんもぜひですね、自分の会社の理念とか、目的ですねとか、目標とか、そういったものを理解してやっていっていただきたいなと思いますよね。それがやっぱりその会社で本当に成功しようと、キャリアのもしかしたら途中かもしれませんけど、そのいる間でも成功しようと思ったら、やっぱり会社が何を考えて、何が目的でどこを目指しているのかっていうのはやっぱりちゃんと理解をしてそこに沿っていかないと、その会社で成功はできないと思うので、はい、ありがとうございます。会社として最も大切なものとしてですね、アップルフィロソフィー、パーパス、目的ですね、ドリーム、夢、希望、思いと話させていただいたんですけども、改めてここはですね、目的の重要性、例えばアップルフィロソフィーの中心にあるのは、パーパス、目的、志であって、これは単なる目標ではなく、何のためにやっぱ会社が存在するかという根本的な問いに答えるものだと。少しで笑顔の人生を斜め上へというパーパスが、そのまま会社の存在意義になっていると。目的が明確であることで、社員や顧客にとってなぜこの会社が必要なのかが、理解しやすくなっています。続いて、ドリーム、夢、希望、目標の意義ですけど、これはお話した通り、日本一の引っ越し会社を作るという、そういう夢を掲げる理由を3つということで明確にしています。これは思いの深さ。会社としての思いを大切にしているのは、単なるビジネス目標ではなく、価値観を共有することが重要だから、ただの引っ越し会社ではない。ありがとうと言われる幸せが、僕たち働く原動力になると。そして笑顔と感謝のループを生み出すんだと。で、これから、今もそうですし、過去も未来もそうですけど、フィロソフィーになった浸透と体現、まだまだ社員全員が理解して発信できる状態を目指しているんだけれども、まだ完璧ではないという認識があって、フィロソフィー理念ですね、持つこと大事なんですけど、それを実際の行動や文化として体現できるか、これはもう今もこれからもしっかりやっていくと。会社として成長するためには、フィロソフィー理念を単なる言葉で終わらせず、実践を通じて強化する必要があると。今もまだまだ満足してないので、しっかりとこれを生涯通じてですね、ちゃんと実践強化をし続ける必要があるなと思ってますと。どんな会社であれやっぱり創業者とか社長はですね、本当に深い思いを持って多分事業やってると思うので、しっかりと、自社の、理念、フィロソフィーと、見直してじゃないですけど、しっかりと理解して考えてやってもらえればより成果が皆さんも出せるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。
皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて、とても励みになっています。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。